にちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ、今日は10月の1日にジュノーという小惑星がいて座に入るというお話です。これすごい大事なんです。本当に最後まで聞いていただきたい。このいて座にジュノーが入って12月の29日までいて座にいるので、今年はこの後もほぼずっといて座ジュノー期です。そしてこのジュノーがいて座に移動すると、皆さんの中の隠れていた自己表現への欲求というのが表面化していきます。なので、つまり人生の景色が変わるというチャンスなんです。しかもこれ、私がなんでこんな熱弁してるかというと、私にとってジュノーは私の人生を救った小惑星なんです。なので今日はそのお話を含めてたっぷりこの後したいと思います。ぜひぜひ最後までご覧ください。ひょっとしたら皆さんも小惑星ジュノーに救われる人生かもしれません。ですので、この後そのお話も含めて小惑星ジュノー伊手先の3ヶ月の運勢予告をしていきます。まずジュノーに関して、1804年に発見された小惑星、まだ新しいですね。公転周期は4.36年ぐらい。4年強ですね。直径240キロ、小さな小惑星ですが、私のクライアントさんはほとんど40代から60代の方が多くて、人生後半になって使命とか才能に気がついて、それを生かして社会に貢献する、そういうことに気がついて来られる方が多いんですね。自分が主役の人生をそこからもう一度やり直すっていう方が多い。多分これも私のミッションと相まってこう引き寄せ合うんだと思いますが、そんな方にとっては火星星座がめちゃめちゃ大事です。火星星座の重要性に関しては別動画で上げてるんで、そっちも見てください。太陽星座より火星星座の方が大事な人多いんです。そして小惑星の中で最も火星的と言われるのがジュノーです。このジュノーの位置がだから大事ということなんですね。実は、先生術の天体の名前は全部神話の神の名前がついていて、火星のマーズとジュノーは母と息子です。ジュノーが産んだ子供がマーズなんで、この2人めちゃめちゃ似てるんですよ。で、このジュノーも火星も自分の人生の権利を主張する、それを明確にするっていうすっごい力強い真っ赤っかな力を持ってます。で、皆さんが女性であれ、男性であれ、妻であれ、母であれ、平社員であれ、会社の社長であれ、仕事をしている、していない、全く関係なく、ステータス関係なく、誰もが自分が主役の人生を送る権利がある。これが先生術がある意味です。そのために先生術があるんですが、それを最も思い出させてくれる貴重な天体が実はジュノーなんです。ですが、このジュノーも火星も時に暴走して事件を起こしたり摩擦を生みます。ギリシャ神話でもこの母と息子はもういっぱい問題を起こしてるんです。で、結局は自己主張をして自分の主役の人生を勝ち取るための天体なのに、その摩擦のために結果的に自分の人生を好転させて、後退させてしまう悪い方向に。っていうことにもなるので、火星と同じく注意は取り扱い注意のある天体ではあります。結局どの天体でも同じことが言えますが、誕生日のホロスコープの天体の位置を最高にバランスよく使うことができれば、絶対に幸せになれます。そのヒントが書かれているのがホロスコープ、バースチャートなんです。これってもう宝箱への地図なんですよ。誰もが幸せになれることがこの本当にバースチャートに書かれているんです。ですからこのジュノーの位置うまく利用していくことも大事です。で、実際はもう皆さんのバースチャートを見て全てを読み込んでいくというのがそのバランスの良い生き方がどこにあるのかを見ていく方法なんですが、ちょっとここではその役に立つかもしれないので、私のお話をしてみたいと思います。私がジュノーに救われた話です。私の場合はジュノーがバースチャートのディセンダントっていう円の中のこの横の線の一番右端ですね。パートナーとか人との関わり方に関係する場所にあって、しかも水亀座なんです。で、これが海王星とスクエアをしていて、太陽とドラゴンヘッドとはトラインをしていて、冥王星とはクイーンカンクスをしているという、そういう私はホロスコープを持ってるんですね。で、実は私の著書、ずいぶん前に出しましたけど、この記事でも何度か私の人生について
お話をしているんですが、ちなみにこれは今でもAmazon で買っていただきまして、私が出会ってきたクライアントさんもこう億稼いでいくような人たちの共通点みたいなのを見ていくと、宇宙には22の法則があることが分かり、これをやればみんな幸せになれるよ、そういうことが書いてある、本です。そこで私の経験もここに詳しくは書いてあるんですけれども、ちなみにこのペーパーの本だと、私安くしたいんですけど、出版社が値段を決めるので3000円ちょっとするんですよね。でも Kindle だと一番安い値段設定にしてます。たまに無料で買えたりもします。Kindle で十分なので、ダウンロードしてすぐ読めますから、よかったら見てみてください。で、ここにも書いてるんですけど、私にとってはオーストラリアで結婚した時から別の人生が始まったと言っても過言ではない人生です。で、そのことによって実はこれまで向き合う必要のなかったお金という課題に向き合うことになっちゃったんですね。なぜなら結婚した時にその相手、旦那さんがですね、借金を抱えていたことが分かったから。そして同時に結婚して子供ができたことによって私は仕事を辞めることになるんですね。で、実は私はその前独身の時にはオーストラリアでプラダやフェラガモのバイヤーとして活躍していて、ヨーロッパを駆け回るようなキャリア組だったので、なかなかお給料もいいものをもらっていたんです。その人生がこう全部手放すことになったんです。まさに結婚したことによってジュノーと海王星のスクエアというものを経験したわけですね。でもドラゴンヘッドとかのトライもありましたよね。つまり私はその経験があったからこそ別の使命に目覚めたわけです。それがなければ私は今こうして YouTube は絶対やってないし、先生術やカラーセラピーの学びも始まってなかったですし、自営業をすることもありませんでした。その経緯は書いてありますけれども。なので多分そのまま結婚して主婦になって子育てをして、それで楽しい人生を送っていたはずなんです。これが冥王星のクイーンカンクスの影響もあってなんだか違和感を察知して、冥王星のクイーンカンクスっていうのは違和感を与えるんですね。それを察知して、その察知した水亀座のジュノーがいかにも水亀座らしく180度マインドを切り替えて、別の形で私の人生の権利を主張する道に振り切った、そういう瞬間でした。それが私の太陽とドラゴンヘッド、つまり太陽は私の今世の使命と最も喜びにあふれた生き方っていうものがこの2つのセット、それをアンロックする、解き放つことにつながったんです。なので、じゃあ別の道でお金を稼ぐ。そんな感じですね。私が借金を返す。そんな感じ。水亀座のジュノでしょっていう感じなんですが、なので長男はまだ生まれて間もない小さかった頃にオーラソーマの資格クラスを取るためにイギリスまで航空券を買った時のことを今でも覚えてます。ジュノーが動いた瞬間でした。もちろん家族中から反対され、っていうかもう非難をされましたね。そんな小さな子供を預けてまで海外に行ってやることかと。ですが水亀座のジュノーがその決断をさせたんです。そしてそのスタートがあって私の起業が始まり、今ではシドニーでクリスタルショップ、これ3軒目、スピリアルアカデミー、先生術やカラーセラピーも教えさせていただいていますが、どちらも成功をさせています。もちろん借金も全部返して自分の家も購入しました。結局ね、その借金は抱えていた旦那さんですが、仕事はちゃんとやっていて、旅行業だったんですけれども、だから私はそこで別に、働かなくてもよかったわけです。でも水亀座のジュノがそれをさせました。させてくれた。で、結局それが良かったことが数年後に発覚する。コロナ禍が起こった時にオーストラリアの旅行業は全部ゼロになりました。そしてうちの旦那さんは職を失ったんです。でもその時に私のお仕事は逆に数倍忙しくなって、旦那さんのお給料を超えるように私のたくさん、予約なども入るようになって、結局私がそこで家族を救うことができたんですね。ですからやっぱりあの時水亀座ディセンダントのジュノを使うことをしていなければ今の私はそっちの意味でもひょっとしたらやっぱりないかもしれません。路頭に迷ってたかもしれない。
ですから、かつての私のような悩みを持っている方が私の個人セッションに来られると、その人のジュノをしっかりと読んでから私はセッションをすることにしています。太陽とか月に隠れて軽視されがちなジュノーですけど、実はとってもとっても大切な天体なんですよということなんです。そしてかつての時代のように、先生術では割とジュノンは女性の権利や女性の主婦としてのパートナーシップっていうのを読むと言われてるんですが、もうそれは古い考え方だと私は個人的に思っています。男性だろうが主婦でなくても、ジュノンは自分の自己、人生を送る権利を主張するということなんです。もう風の時代ですからね。なので、今世でこの地球を選んで生まれてきた意味を知って、この地球で最大の喜びを満喫するためのエネルギーとして捉えていいのではないかと思います。ただし、それをするにあたって、私たちは今世で地球に降りてきたから別の惑星じゃないので、地球というのはどうしても人と関わるというそのレッスンが必要だから私たちは地球に来てるわけですから、その他者とのバランスの良い関係っていうものを学ぶということはとても必要になります。なぜなら、どんなに自立した人であっても、ここはそういう、地球はそういう場所。ソウルが人間関係という意味でも成長していくために宇宙が用意した学校なんです。で、だから地球に生まれてくる人たちには一人一人使命を宇宙は与えてるんですよ。つまり、あなたに与えられた才能を使ってその使命を生きる実を学んできなさいということなんです。で、逆説的に言うと、あなたに与えてないものもある。あなたにできないことは無理してやる必要はありませんよということです。あなたの才能を使ってください。それは他の人に与えている才能と使命ですから。つまりそうすることによってお互い助け合って自分にできないところを相談したりアドバイスを受けたり他者を助けたり、この人にはその才能がないから、そんな風にして他者との愛と自分への愛の双方を学ぶことができるように設定されているのが地球学校なんです。なのでそういう意味でもパートナーシップに関係するジュノーの役割はとても重要です。そしてこのジュノーが今年いっぱいいて座に滞在するこの時期に何が起こり何を意識すればいいのでしょうかということなんですが、ちなみにセプタグラムソウルジャーニーリーディングのカードでもジュノーはこんなね、クジャクの羽まとっちゃってますから、いかに自分の人生を主張するか分かっていただけると思いますが、このジュノー、いて座のジュノーがもたらす影響は、いて座に位置するジュノーのテーマは自由、独立、探求、チャレンジ、そして哲学です。さらに楽観的になることを目的とした成長期として捉えることができます。ですからなかなか楽観的になれない人、ポジティブになりきれない人はこのいて座受脳期に成長できる可能性があります。人間関係、パートナーシップにおいても人との関わりこの中で個々の自由と独立性を重視するっていうのがいて座の受脳なんです。哲学的な知識を探求することによって宇宙的な視点っていうのが生まれますよね。そして宇宙的な価値観とか宇宙的な信念体系っていうことを育てることができる。それができるのがこのいて座の受脳期であるということなんです。この宇宙的なっていうのを分かりやすい言葉で言うと、人によってどっちが分かりやすいか分かりませんけど、広い視野でということです。目の前で今起こってるこれだと、旦那さんが借金抱えてる。だけれども、広い視野で見たときに、だからあなたはそこにあなたの使命、才能を使って何ができる、自分と自分の家族の人生を輝かせるために。ということを問いかけられている瞬間というふうに見れるということです。私はそう見ることができたので、よし、じゃあ、私も学んで、私も自分で働いてその借金返してみようというふうに思えたわけですね。で、そういう広い視野で見ることによって、実は楽観的になることが可能になります。目の前だけ見てると、もう楽観的になれない出来事いっぱいありますよね。今日も、モーゲージ、ホームローン、こんだけ返さなきゃいけないとか、今年の、なんか今貯金いくらだわ。
そういうんじゃなくて、広い視野で見ることができた時に初めて本当にポジティブになれるし、自分の人生を信じる力も強くなります。他人とかパートナーへの自由を寛容に受け入れることもだからできるようになるんです。ここだけ見てるともうあれもこれもあれも何も全部宣言したくなっちゃう。で、自分自身に対しても自由であることをやはり許すことができるようになる。成長を促します。そうすることによって、トキシックリレーションシップって英語で言います。トキシック、だから毒っぽい関係。つまり自由のない束縛の関係っていうものを、解いて、自由で束縛が全くない関係を作り上げる時、そういうチャンスです。ですから、そのような方向に導くような出来事が多くなります。つまり、パートナー、家族、他者でもいいんですが、との人間関係において、誰かを束縛、あなたがしてしまっている人とか、あなたが常に束縛されたり、トキシックな関係、あなたの自由がコントロールされている関係を持っている人にとっては、いっぱい事件が起こります。という予告です。それ以上続けていけないように止めてくれるんですよ。なので、パートナーシップ、人間関係、家族間で次々と問題が持ち上がってくる人が多いですが、だから恐れないでください。それでもうこれ以上、この関係のままやっていけないよ。ちゃんとバランスの良い、お互いが平等でウィンウィンで、お互いが自由な関係っていうものを再構築していくチャンスなんです。だから事件が起こす。起こる。もうこれ以上やっていけないようなパートナーシップになったりする。それはあなたが束縛し続けていたからかもしれないし、あなたがいつもずっと我慢して彼の顔色を伺って好きなことができなかったかもしれません。どちらかの理由でこれ以上続けられなくなるんです。いろんな関係。もう子供があなたに対して本当に口を聞いてくれなくなるかもしれないんです。それはあなたが彼をウィンウィンの関係でなく、彼の意見っていうのを全く聞かなかったからかもしれないし、逆かもしれません。子供の言いなりになってたからかもしれません。とにかく問題が起こっても、これ以上この関係を続けることが困難な状態になるっていうのがこの期間です。ですから、もちろん事件が起こる前に対応できればベストです。バランスの良い関係を続けているところにはもうそれは起こらないから。いつもいつも友達の尻拭いをしている人、いるでしょ。あなたにもうすごい大きな事件が起こるわけです。あなたが悪いわけじゃないのに起こるようなことが増えるでしょう。でもそれはあなたがずっといつもいつもこの友達のために損をしてきていて、友達の言いなりになっていたり、友達の尻拭いをしていくことをやめないから起こっちゃった出来事なんです。もう自分の人生を大切にするために、こことの関係を断つ、あるいはもう一度やり直す、もう私これ以上助けないよとかね、そう、私これ以上あなたのお願い事いつも聞いてられないのとかね、そういうことをしていかなきゃいけない時期だということなんです。まあ、なので、その、おすすめはですね、以前からなんとなく気づいてるはずなんですよ。この関係はちょっとおかしいなという。そういうバランスの悪さに気づいている人は、お互いの自由を尊重して、個々の成長を支援する関係を築くために、広い視野でこの関係を再考察することをやってみてください。例えば、パートナーに改めて、ね、あなたは一体何を求めている？私との関係の中で求めているものは何？みたいな素直に話してもらう機会を持って、あなた自身もその本音を同時に解放して、それをお互いが許し合うというような時間を持ってみるとか、あるいはそれをお互いが求めているものが相反するものもあるけど、統合できるような何かっていうものを見つけて、そのアクティビティみたいなものでもいいんです。それを一緒に楽しんでみるとか。すごく分かりやすく言うと、これはすごくこう偏ってますけど、分かりやすい説明は、例えば旦那さんが、実は僕はもっとゴルフに行きたいんだ。週末いつもゴルフに行きたいのを我慢している。ね、こんなことです、分かりやすく言うと。奥さんは、そうなの？私は友達ともっと自由に平日行きたいなと思ってる。例えば、旦那さんは自分ゴルフ我慢してるから、奥さんがお金を使ってランチに平日行くのもちょっと、また行くのみたいに言ってたかもしれないし、奥さんの方からしてみると、旦那さんが言ったって言ってるじゃないってゴルフに。
あなた週末行ってんだから私もうちょっと平日自由をくださいよとお互い思ってたかもしれないんです。なのでお互いそれを例えば認めるようにする。ゴルフじゃあ月2回増やしていいから私のランチも増やしてよみたいな。分かりやすく言ってるだけですよ、これは。もっとこれが精神的なことである必要もあります。こともありますけれども。で、それをじゃあ解決策も例えば分かりやすく言うと、今みたいな解決策でもいいし、例えばじゃあ今度の休みには旅行に行こう。奥さんの昔一緒に遊んでた、でも引っ越してた友達の近くの町で旅行に行って、旦那さんは奥さんが友達とランチしてる間にゴルフ場のもう近くにあるね場所に泊まってゴルフをしてもらうみたいな。こういうことってこう例えば本当に分かりやすく言ってるだけですけどできるじゃないですか。お互いの愛入れる、お互いがそして楽しめる共有の時間でもお互いがお互いのを認め合ってる。実はお互い求めている自由が相反するように見えて、ちゃんと見てみるとお互いが自由を我慢しているように見えてるけど、実は広い視野でさっき言った見ると解決策があるっていうことは多いんです。なので、いて座にジュノンがいる間に、なんとなくうまく我慢してばっかりの人間関係とか全部解決するチャンスです。改めてそれぞれが自由でいて、それでいてでもつながっていて、必要な時に支え合い、お互い喜びを応援できる関係性っていうものを気がつき上げていくための3ヶ月にしてみてください。で、ところで、そのさっき言ったように神話のジュノンは、マーズの母でもありますが、全知全能の神、ゼウスの正妻でもあります。ちょっとプチ情報ですけど、ギリシャ神話のゼウスは、ローマ神話でユピテル、つまりジュピター、つまり木星っていうのはゼウスの名前なんですけど、太陽系で最も大きい惑星である木星は全知全能の神の名前がついてる。すべての神のリーダーですから、すごくこれ当然のことですね。で、こうやってちゃんとキャラクターにもあって、真っ赤っかな惑星が戦いが好きなマーズとか、ちゃんと名前がついてるわけです。ね、昔の人は偉いですね。で、さらに、この木星は太陽と同じ水素とヘリウムのガスでできている、ガス惑星なんです。地球のようにだからランドすることはできない、歩くことはできないガス惑星ですね。なので、ここからっていう実は境界線ないんですよ。木星の大体みんな形を見てますけど、ガスですから実は。気体の塊みたいな感じなんで。なので、先生術でも木星っていうのは、いい意味でも悪い意味でも、ここまでっていうのがないから拡大をさせてしまう天体というふうに言われてるんですが、この木星の探査をずっと2016年から続けている木星探査機 NASA のがジュノっていう名前なんですよ。ジュノはゼウスの正妻ですが、ゼウスが本当に愛したのは最初の妻、知恵の女神メティスなんです。この辺もね、だからなんでジュノがあんなに自分の権利を主張するのかっていう、切ない、本当は実は片思いの裏側でもあるんですっていうところも見ると、またちょっと楽しい話になるんですが、なので、ゼウスは浮気を繰り返すんですよ、ジュノーと結婚しても。で、神話の中では、その嫉妬した正妻ジュノーがすごくいっぱい復讐劇をやっているので、超嫉妬深い怖い女性っていうふうに思われてますけど、実はそういう切ない片思いなんですよっていうことなんです。自分が与える愛と受け取る愛の間にギャップがある。そこを自分の権利の主張で埋めようとしているみたいなこともジュノーには含まれています。で、妻は我慢する立場ですみたいな暗黙の了解っていうのを打ち砕いて、妻、母、女性たちに権利を主張する。で、今も言ったように、それは今、そうやって抑えられてるのは妻や母たちだけだけど、逆に旦那さんの方が抑えられてる家だってあるわけですし、なので、今ではとにかくその抑えられている人たちが権利を主張してもいいよっていうことを表す、天体として先生術では読むことが多くなってます。で、このゼウスは浮気を隠すために世界全体をいつも雲で覆って浮気するときには、ジュノーから自らの企みは見えないようにしていたっていうお話があるんですが、でもジュノーはいつも雲の下でゼウスがしている悪事にいつも気がついていました。全知全能のゼウスが唯一勝てなかったのがこの妻、ジュノーなんです。隠れることができなかったんです。なんでこの NASA のガス惑星の探索の名前
探査機の名前がジュノになったんです。いや、なんでこの話をしてるかというと、このジュノがずっと働いてたんですけど、このミッションがね、その雲で覆われたガス惑星、木星の本当の姿を探索することなんですけど、見事にやり遂げて、ゼウスって雷神、雷の神様としても有名なんですけど、木星も同じく雲の中でいつも放電現象が起こってるんですけど、このジュノが雲の上で発生した雷を捉える。で、捉えたことによっていろんなことがわかるんですけど、っていう成果も上げています。で、このジュノが正式にミッションをいよいよ終えます。お疲れ様でしたっていう話を最後にしようと思って、ちょっと話が長くなっちゃいましたけど、よく頑張りましたね、ジュノーさん。で、このタイミングでジュノーがいて座に移るっていうのもありますので、いかに今ね、皆さんの中にあるジュノー、幸せに生きる権利にもう一度目覚めてみてねという時期ですから、この3ヶ月、今まで50歳、60歳関係ない、今まで自分を抑えてきた人、まだあるから自分の輝く生き方が。私のこのセプタグラムのお仲間のほとんどは50歳以上からになってからセプタグラムを習って先生術を習ってカードリーディングを習って今たくさんの人を救うセッションをされてるんですよ。ですから本当にこの時期自分の権利もう一度全然違う人生、孫の世話をしようと思ってた人生から今世界中を飛び回っていろんな人にセッションしている人生になっている人がいっぱいいるわけですから、皆さんも自分のやりたいことをぜひ諦めないでいていただきたいというふうに思います。では最後にこのカードリーディングのじゃあ1枚引きをしたいと思います。もうちょっと結構立って一番上。あ、マーキュリー。マーキュリーです。メッセンジャー。ということはですよ、今これを見ている皆さんのそのもう一つの新しい人生がメッセンジャーである可能性が多いと思います。人にメッセージを伝えていくミッションが皆さんあるんじゃないですか。ぜひちょっとチャレンジしてみてください。ということで、素敵な、10のいでたちをお過ごしください。